島で長く生活したいなら、信頼できる住まいが必要です。だからこの間ずっと、僕とダートーは、風と雨をしのげる豪華なシェルターを、一生懸命作ってきました。ここで夜しっかり休めば、他のことをする体力が出ます。ようこそ僕たちの島の小屋へ、ちょっと案内しますね。ここには海の見える食卓があります。海を眺めながら海鮮を食べられるんです。ここにはベッドもあります。ここで寝ると、いつでも海風が吹いてきて、本当に気持ちいいです。それから道具もいくつか置いてます。潜水服や鍋や包丁、さらに非常用の箱もあります。必要な時に開けてみます。中に何があると思います？これからは自分の手で理想の暮らしをここで作ります。人慶、僕は毎日海鮮が食べたい。じゃあ頑張らないとな。ダート。朝、潮が引いたから海の甲がたくさんあるかも。僕とダートは島のマングローブに来て、運試しをすることにしました。ここには大きなハサミを持つカニがたくさんいます。あの小さな目がじっとこちらを見てきます。海辺を探検していると、砂泥の中に顔を出した巻き貝を見つけました。この巻き貝は本当に美味しいんです。たくさん取って持ち帰らなきゃ。潮干狩りでは貝だけじゃなくて岩の穴で眠っているカニも捕まえてみます。すぐに1匹見つけました。今夜はもう餌を探しに出られないでしょう。なぜならこれから出るのは鍋の中だからです。外は香ばしく焼けて中華ふっくら柔らかい。また1匹ゲット。もっとたくさんいると思ったけど、探しても2匹しか見つかりませんでした。でも巻き貝は結構取れました。こんなに収穫できたので全部炒めることにしました。非常用箱の調味料を使ってみます。フライパンでさっと炒めます。蓋をして少し蒸し焼きにします。いい匂い。これは自分の手で得た食べ物。とても幸せです。達成感がありますから。もちろん現状には満足しません。僕の計画はこうです。毎日の食事だけじゃなく、ここに僕とダートーの素敵な家を作り上げることです。でも簡単じゃないと思うよ。ここじゃ食べるものに困るのに、家まで作るなんて。ほら、このうちわサボテンの実が全部熟してるよ。ダートー。取りに来て食べよう。めっちゃいい匂い。昨日はココナッツと野生のパイナップルを手に入れたけど、ここでちゃんと生活するにはそれだけじゃ足りないんだ。だから今日はさらに食料を蓄えることにした。行こう。ココナッツを取りに。ここにはつるがたくさんある。ちょっと取ってカゴを作ろう。ココナッツを入れるのに便利だ。結構重いな。島で一番豊富なのは野生のパイナップルとこのサボテンの実だ。ここで熟しても誰も取らない。今日はどれくらい取れるかな。このサボテンの実は全部熟してる。こんなに大きなカゴ1杯も収穫できた。重いな。さあ行こう。家に持ち帰ろう。これ大きいね。甘い。種と果肉がぎっしりだ。ダート食べてみろよ。よし、吊るしておこう。さあ行こう。他のものも探しに行こう。ここにはココナッツがたくさんある。誰も取らないで。落ちるとただの殻になっちゃう。全部集めて持ち帰ろう。ここにも1個。あ、ここにもある。夜になったら凍らせて保存しよう。お腹が空いたらすぐに食べられるし、食べなければ芽を出してココナッツの木にできる。今日は食料をたくさん蓄えたけど、それでも毎日海からの食料が必要だ。さっき塩を見たけど、今日は引き潮が小さい。潮干狩りは無理そうだ。他の方法を考えよう。僕が思いついた方法は、海辺のゴミを集めて役立つものに変えることだ。この壊れたカニカゴは直せるし、この鉄のバケツはバーベキューコンロにできる。中にいいものがあると思ったけど、小さなガラス瓶が一つだけだった。後で漂流瓶にして縁のある人に届けよう。この白い鉄の網は棚として使える。それ
れに使えそうな古い網や鉄も集めた。いつも通り持ち帰って魚かごを作る。このカニかごは古くなっていて、網を全部取り替える必要がある。少し手を加えれば新しくなる。古い鉄の針金も道具で加工して、古い網と組み合わせて魚かごにした。その間ダートも休まず、カニかごを作り直していた。こうして捨て物を宝物にできた。これで、今後の食料確保がだいぶ楽になるはずだ。島に仕掛けて気長に待てばいい。魚はこの巻き貝は好きじゃないかも。でも試すしかないな。待っている間もじっとせずに潜って運をしそう。ダート、上で待機しててな。水に入るとすぐに古くて壊れた皿を見つけた。見てすぐに捨てた。岩の上にはたくさんのクモの巣があった。クモは全然怖がらない。まあ俺も食べる気はないけど、ラッキーなことに目の前にロブスターが現れた。思わず叫んでしまった。水中ではとても強い。頭を使うしかない。石を手に取って正面から挑むことにした。やっぱり石が割れたけど、ロブスターは捕まえた。一方ダートも運が良くて海辺でカニを見つけた。夜に餌を探しに出て帰り道を見失ったみたいだ。どうだダート？ロブスター綺麗だな。ああ石で気絶させたんだ。それは運が悪かったな。はい、受け取って。今日は海辺でご飯にしよう。ロブスターが1匹、それにカニが1匹。なんていい匂いなんだ。漢方みたいに香りが濃い。久しぶりに食べて懐かしい味だ。一口食べると苦くて後から甘い。どのカニよりもうまい気がする。ロブスターを割って。ほらダート、どうぞ。ありがとう。こんな美味しいカニを食べられて幸せだ。気にするな、妻よ。ジン兄さん、この魚カゴいつ取れる？明日になればたくさん入ってるはずだ。なんか不思議だな。こんなに収穫があるとは。料理の名前は、ナマコとエビとカニ炒め。昨日海に入った時ズボンを破っちゃって。仕方ないから友達に新しい服を持ってきてもらったんだ。さあダート、ココナッツ飲もうぜ。ヤシの実も食べて、それから仕掛けを見に行こう。水がめっちゃ透明だな。これじゃ収穫はなさそうだ。ああ、ここもダメか。じゃあこの仕掛けを見てみよう。おっと重いぞ。大物でも入ってるのか。何も入ってないな。仕掛けを右に変えてしそう。これは腐りかけの食べ物残りだ。もう一度餌として入れてみる。仕掛けを海に投げ込んだ。また出てきたのは壊れたやつだけ。なんだよその目。だって腹減ってるんだよ兄貴。じゃあ他の方法を考えよう。昨日ここでカニを見つけたから、つまり夜になればもっとたくさんのカニが出てくるはずだ。ここに鉄のドラム缶が2つある。これでカニの罠を作ろう。石と板でドラム缶を固定していろんな葉っぱや餌を入れる。その中に鉱物があるはずだ。食いしん坊のカニが入ったらもう出られない。同じやり方でもう一つのドラム缶も仕掛けた。あとは静かに一番待つだけ。カニの餌を探してる途中で野生の果物を見つけたんだ。少し食べて空腹をしのごう。うまい。でもジン兄さん、食べ過ぎると出なくなるぞ。じゃあ控えめにしとくか。罠を仕掛けてもう2時間だ。ちょっと見てくるよ。成果あるかどうか。そうしないと夜また腹ペコだぞ。よし、潜って食料を探してみるか。少し泳いでいくとサンゴ礁のエリアに出た。そこにはいろんな魚が住んでいて、たくさんの海の生き物もいた。少しして岩の穴で見つけたのはロブスターのヒゲだ。潜ってそのヒゲを引っ張ってみたけど、どうしても引き出せなかった。一度息継ぎしてもう一度くぐると、そのロブスターが自分から出てきた。逃げようとした瞬間に捕まえることができた。このロブスターを捕まえた時、今日の一番の成果だと思ったけど、実はそれ以上が待っていた。奇妙な海サソリを見つけたと思ったら、よく見たらナマコだった。喜ぶ間もなくもう一匹発見。
さらに大きな巻き貝を見つけた。そこにはアワビまでついていた。残念ながら中身は空っぽだった。それだけじゃなく、岩場にはたくさんのカニ、大小様々な巻き貝、そして美味しい宝貝もあった。俺が潜って大量の間に、大戸の方はどうなってるかな。このカニ、なんか変だぞ。こっちにも1匹。それに面白いカニもいる。もう一度仕掛けを戻してみよう。これは当たりっぽい。また1匹。それと岩ガニもいた。さらにもう1匹。また1匹。どんどん戻していく。こっちは何も入ってないな。でもこれだけカニがいれば十分だ。今日は空腹かと思ったのに、まさかこんなに収穫できるとは。この小さいカニはどうする？逃してやろう。さあ、晩ご飯を作りに行こう。まるで海鮮盛り合わせだな。料理の名前はそうだな。ナマコとエビとカニ炒めにしよう。まずは巻き貝から。本当にうまい。次はカニだ。これもめちゃくちゃ美味しい。やっぱり、腹減ってたからかな。空の貝殻かな。飾りにしようと思ったんだけど、中にヤドカリが入ってたんだ。夜に出てきて、ちょっと挟まれちゃったよ。ちょうど朝ごはんもなかったし。ごめんな人形、いただくよ。これが今日の朝食だ。ココナッツ、ウチワサボテン、ヤドカリ、野生のパイナップル。あんまり実がないが。とにかく食べよう。食べ終わったらカニの罠を見に行こう。一晩中仕掛けてあるからね。成果があるはず。あ、フグだ。見て、すごく可愛いな。でも食べ方がわからないし。逃がしてあげよう。お、ベニッケガニだ。おー、やった。しかも2匹もいるぞ。でも潮が悪くて、罠が流されちゃった。全然取れてない。とりあえず回収しよう。鉄のドラム缶で作った罠もダメ。これも空っぽだ。今あるのはカニ3匹だけ。これじゃ2人分には足りないな。どうしようか。昨日潜った時に目の前に魚がいっぱい泳いでたんだ。今日は魚を取って食べよう。まずは巻き貝の実を餌にして、それを針につけて石に結ぶんだ。魚がかかっても逃げないようにね。これで石を使った釣り仕掛けの完成。魚は岩の隙間に隠れるから、その前に石を置いて針を投げ入れる。目の前に餌があれば絶対食いつくだろう。同じ方法でいくつも仕掛けを作った。さらに周りに貝の実を巻いておいた。これで魚がもっと集まるはず。釣り針の準備は OK。あとは待つだけだな。今は静かにしていよう。待ってる間も手を止めずに、このドラム缶を使ってバーベキューセットを作ろう。簡単なバーベキューコンロが完成した。使い方は下で炭を燃やして上に食材を吊るすだけ。そして蓋をする。鉄のバケツだから火の通りがすごく均等になる。密閉されているから食材もすぐに焼けるんだ。次は竹林に行ってタケノコを探そう。もし魚が釣れなかったとしてもタケノコがあるから安心だ。お、ここに4本ある。今日はとりあえず2本食べよう。残りはまた食べたくなったら掘りに来よう。じゃあ釣り仕掛けを見に行こう。予想外だな。今日の釣り仕掛けは大成功だ。水に入った瞬間、魚がかかってた。これからの収穫がますます楽しみだ。次の仕掛けも確認してみたら、魚が石の穴に飛び込んでいた。その瞬間めっちゃ嬉しかった。もう炭火焼きの魚の味を想像してたよ。こうして今日はいい収穫になった。まさかこんなに魚が釣れるとは。もう十分だ。満足だよ。さあ戻ってバーベキューしよう。
やっぱり魚のみは最高にうまいな。わあ、ここまで見て、きっと多くの人が言うだろう。こいつら楽しんでるだけじゃんって。でも実際そんな簡単じゃないんだ。朝から晩まで動きっぱなしで、ようやく少しの食べ物が手に入る。途中は日差しで頭から湯気が出そうだった。ほんとだ、20代なのに。日焼けでまるで40代みたいだよ。うわ、なんでこんなに苦いんだ。まるで漢方薬を飲んでるみたい。でもまあ、こういう苦労の中で楽しむのも悪くない。苦労して食べてこそ、本当にありがたみがわかる。この野生のココナッツは焼くと本当に美味しいです。まるで綿あめを食べてるみたいだ。昨日よりだいぶ良くなったな。大頭が大物の魚を逃したんだ。最近台風が来そうだな。だから今日は食料を貯めておかないと。今保存できるのはこの木の実くらいだ。さっき3つ見つけたぞ。あ、ここにもあった。よし、朝から全部集めきったな。これだけしかないけど。おお、ほんとフルーツみたいな味だ。次はヤシの実も取ろう。あれ？ヤシの実もなくなった。食料を貯めるだけじゃダメだな。焚き木も集めておかないと。これだけ集めれば、台風が来てもなんとか乗り越えられるはず。昨日は足冷えと森で失敗したからな。今日は装備を改良してみたんだ。前は竹の竿を使ってたけど、今度は木の棒に変えた。その方がずっと丈夫だ。しかも無駄が減ったから、水中で魚を突くスピードも速くなった。さらに狙う練習もして、昨日より精度が上がった気がする。足ひれも作り直して、袋の部分をもっと頑丈にした。我慢できなくて、改造した装備で海に潜ってみた。残念ながら材料が少ないせいで、足ひれの質はいまいちだけど、魚を突くには問題ない。ここは細長い魚が多いな。食べたいけど、まだ取り方がわからない。大きな旗がのんびり泳いでる。そっと後をつけて。その後、弱って動けなくなった赤いイカも見つけた。よく見たら、最初に刺したのに逃げられたやつだった。さらにもう一匹、岩の隙間で休んでる小さな旗も取った。探していると、今度はロブスターを発見。ここで森を置いて、ロブスターを丸ごと残したかったから、服で手を包んでそのまま捕まえることにしたんだ。今回の潜水での成果は、魚3匹とロブスター2匹。水中では大きく見えたけど、実際はこんなに小さいんだよね。うわぁ、この実は本当に甘くて美味しい。魚の味、めっちゃうまいな。人慶、その魚付き貸してくれよ。俺も潜ってみたい。お前みたいな金槌はやめとけって、俺をバカにしてるな。昼ご飯を食べ終えて、ダートと一緒に大事な準備を始めた。ちゃんとした魚かごだ。前に作ったやつは小さすぎて、よく坊主で終わっちゃってたんだ。それに潜水は体力も消耗するし、成果も安定しない。だからこの2日で針金や壊れた網と木の棒を使って大きめの魚かごを作ったんだ。海に仕掛けて捕獲効率を上げるつもり。浜辺で拾った魚やカニを餌にして一番仕掛けておけばきっといろんな大物が寄ってくるはずだ。かごを安定させるために上から石を乗せた。中にも石を入れてしっかり固定する。この海域は流れも弱いし多分大丈夫だろう。ここで暮らしてきて日も経ったし、やっとまともな漁の道具ができたな。魚かごだ。明日はいい成果があるといいな。大丈夫、神経。獲物は必ず来るさ。パンも饅頭もそのうち手に入るよ。島では大雨が降った。僕とダートーは2日かけて大きな魚の仕掛けを作った。それを海に沈めておいたんだ。腐った魚を餌にして一番発酵させてみた。仕掛けはもう一番置いてある。さあ、中を見に行こう。僕は水に潜って確認してみた。まさかと思ったけど、一番置いただけで、たくさんの魚が泳いでたんだ。大きいのも小さいのもいる。なんとロブスターまで。おお、すごい。魚だらけだよ。本当に、いやマジで、早く引き上げろよ。急げ、ダートをしっかり受け取って。おお、見えた見えた。
今日はまさに大量だな。やったやった。うわぁ、すごい。見たか？この魚めっちゃ綺麗だな、神経。これはブダイだ。もう一匹ブダイ。旗もいる。こっちも旗だ。ベニイシガニだ。ベニイシガニ。巻き貝もある。ヤドカリは失敗だな。でも中に小さいロブスターが入ってた。すげえ。もう一匹いるぞ。え、まだいるの？おいおい、もう暴れるなよ。おとなしくしろ。よし、戻そう。逃げるなよ。またベニイシガニだ。でもこの貝の中は空っぽだな。魚も2匹くらい逃げちゃったみたいだ。でも今日はかなりの収穫だ。これからどう分けるか考えなきゃ。朝の生活で一番楽しみなのは食料を手に入れること。バーベキューをするためにまだ工夫が必要だ。石を使ってバーベキュー炉を作る。石は熱伝導がいいから食材がムラなく焼ける。味もめちゃくちゃうまい。地面で直接焼く時代はもう終わりだな。俺が炉を作ってる間にダイヤ玉が海鮮を準備してくれた。ここにカニが3匹、ロブスター2匹と魚2匹、それとヤドカリ2匹だ。よし。このバーベキュー炉で炭火焼きだ。一つずつ吊るしていこう。蓋をすれば完成だな。このブダイは炭火じゃなくて蒸して食べよう。魚は2匹残して干物にして保存だ。島でも保存食ができたな。そろそろ焼き上がったみたいだ。うわー。めっちゃいい匂い。蒸した魚もそろそろだな。島に来てから今日が一番豪華な食事だ。暮らしは良くなったけど、気を抜いちゃいけない。これからもっと忙しくなるぞ。生活をさらに良くするために。そうだな。次は船を作ろう。それと生き残るための道具ももっと。毎日海に出て魚を取れば最高の暮らしになるはずだ。さあ、早く食べようぜ。食べたらすぐに仕掛けをまた海に戻そう。焼き魚を食べ終えて、再び仕掛けを海へ。今度はもっと深いところに設置した。明日もいい収穫がありますように。これ、風鈴にもできそうだな。人慶、なんでこんなに遅れたの？ちょっとお腹壊してさ。収穫どうだった？最初は巻き貝かと思ったら、全部ヤドカリだった。それと、豚みたいな顔した魚もいた。あれは食べられなさそうだな。それに、ちっちゃいロブスターの子供も1匹。こういうのは逃がしてやろう。でもカニ2匹じゃ全然足りないな。今日は大物の魚をなんとかしないと。よし、海に行こう。大物を釣るには餌が必要だ。だから俺は潜って大きな巻き貝を探すつもり。海で食料を探すのって本当にワクワクする。いろんな生き物に出会えるからな。例えば、こっちを見ると、逃げちゃうヤドカリとか、岩に張り付いたアワビとか。それに、見たことない生き物にも出会える。さっき、すごく変わったウニを見つけたんだ。なんとトゲがないんだよ。水中で見たのは初めてだな。しかもその横にももう1匹。もしかしてペアなのか。みんなこんなウニ、見たことある？俺は初めてだよ。これは、石話ウニってやつで、体にトゲがないんだ。全身がチョークみたいな筒で覆われてる。その筒は風鈴にもなるらしいぞ。でも、こんなに綺麗なら、元の場所に返してあげよう。巻き貝もこんなに拾ったし、もう十分だな。これを魚の餌にして針につけて、石に結びつけるんだ。簡単な仕掛けの完成だな。大きな巻き貝やアワビの肉なら効果あるはずだ。全部で5セット作ったよ。それにしても天気の変化が早すぎる。台風、本当に来そうだね。カニはもっと深いところに沈めておこう。反対側は石に引っ掛けてな。波が強いほど魚も高く売れるんだよな。よし、仕掛けは全部終わった。あとはじっくり待てば、きっと釣れるはず。島には大きな木があって、鶴がいっぱい。何か編みたいときは、いつもそこに見に行くんだ。ジャングル探検もしばらく行ってないな。よし、今日は背負いかごを編もう。山に入って野生の果物を探すんだ。
山に探検しに行こうぜ。海の探検と同じくらいワクワクするよ。不思議な植物がいっぱいあるからな。中でも一番見つけたいのは食べられる果物だ。低いところにあるのは手を伸ばせば取れるし、高いところは木に登らないとダメだな。この鼻水果てって呼ばれる変わった実、取るのにちょっと苦労するんだ。なんでそんな名前かっていうと、そのうち自然にわかるって。ほら、この野生の実を剥いてみよう。中華ニンニクのかけらみたいで、そのまま食べられるんだ。香りもいいし甘いぞ。見てみろ。そうだな、今回ジャングルに入って結構収穫あったな。完全に熟した。木藤ハテをたくさん見つけたし、見た目は龍眼みたいで、外側に食べられる果肉がついてる。収穫も終わったし、そろそろ下山しよう。山にいすぎたな。もうすぐ暗くなる。早く仕掛けた釣りを見に行こう。糸がピンと張ってるぞ。何かかかってるみたいだ。お、魚が出てきた。でかい。やったな。すごいな。この魚めっちゃ大きいじゃん。ちゃんと逃がさないようにしろよ。おい、また釣れたぞ。これはチヌだろ？ああ、そんな感じだな。こっちもなかなかでかいな。よし、これもいただき。こっちは何もなし。もう2つの仕掛けも見に行こう。あ、タコがいる。あ、逃げた。さっきここにいたのに、一瞬で逃げちゃった。動きそくすぎだろ。ここもダメだったな。お、これは何の魚だ？兄貴、これはシルバーグルーパーだな。またしても旗だ。この2匹のカニも入れておこう。今日の成果はこんなもんかな。よし、魚焼きに行こう。さあ、いただきます。うわぁ、この炭火焼きの旗、めっちゃうまい。香ばしい匂いと、焦げのいい風味が広がって最高だな。こんなの食べられるなんて、ほんと幸せすぎるよ。毎日焼き魚ばっかはきついよな。そうだな、さすがに毎日は飽きる。落ち着いたら、ちゃんとしたキッチン作ろうぜ。潜っている時はいろんな面白い海の生き物に出会えるんだ。山の方には野生の果物も豊富にある。パッと見は簡単に手に入るように見えるけど、実際はそんなに甘くないんだよね。昨日は一晩中雨だったのに、ようやく止んだ。朝起きてココナッツバーガーを2つ焼いて、朝ごはんにすることにした。味はまるで焼き芋みたいだ。食べ終わったら、新しい1日の準備だ。台風の影響で海の水がめちゃくちゃ濁ってしまって潜れない。食料が足りなくなるかもしれないな。せっかく漁の腕があっても活かせない。仕方ない。別の方法を考えよう。ここでタコの痕跡を見つけたから今日は何とかして捕まえてみたいんだ。子供たちにタコを食べさせたいし、魚かごをあむって手もある。ここには鶴がたくさんあるから助かる。島で暮らしてもう長いし、魚かご作りもだいぶ慣れたもんだ。俺がかごの胴体を編んで、相棒のダートーは入り口の部分を担当。数時間頑張って5個完成したぞ。餌には浜辺で拾った死んだ魚を使おう。あ、ここにもある。もう腐ってるけど、これを砕いてカゴの中に入れよう。魚かごを仕掛けてる間、手持ち無沙汰じゃもったいないし、ちょっと浜辺を散策してみた。ここにベルトが落ちてる。最初ウナギかと思ってビビったわ。見てみろ、巻き貝がいっぱいあるぞ。こういう貝って群れで固まるのが好きなんだ。ほんとぎゅうぎゅうに固まってる。よし、これも取ろう。こっちにも山盛りあるし、あっちにもまたいっぱい。ざっと7から8まで5くらいはあるかな。それ以外の貝はちょっと小さすぎるな。お、ここに大きな貝殻がある。ここにはガンガゼウニだ。でも小さいから海に返してやろう。浜辺を探すだけじゃなくて岩の隙間も探ってみる。もしかしたら魚が隠れてるかもしれないし。可愛いロブスターの赤ちゃんを発見。ただ小さすぎるな。これは逃がしてあげよう。でもその後少し大きいのを捕まえられた。こんな感じで今日の磯遊びは終了。何時間も待った後、仕掛けた魚かごを見に行くことに。さあ、
何か入ってるかな。タコだったりして。これは何もなし。これも空っぽ。これはなんだ。ちょっと出してみよう。逃げるな。小さいうなぎだ。岩の隙間に入って見えなくなっちゃった。これも収穫なし。お、これは何か入ってるぞ。今度こそ逃がさない。なんだ、よし出てこい。今日は坊主じゃなかった。タコはなかったけど、大きなうなぎが取れたぞ。いいね。これはありがたくいただこう。食事をバランスよくするために、ご飯前に山のふもとへ行って、タケノコを掘ってきた。これが島で一番美味しい植物だと思う。調理方法も簡単。下ごしらえして、1時間くらい茹でれば、海鮮と一緒に食べられる。うわ、めちゃくちゃいい匂いだ。ちょっと焦げちゃったけど、味は最高だ。ちゃんと野菜と魚のバランスも取れてる。やっぱりうなぎが一番うまいな。よし、これでだいぶマシ。かなり快適になった。気持ち的にも落ち着くね。ご飯をちゃんと食べるために、テーブルマットも編んでみた。なんか儀式っぽくていい感じ。朝ごはんを食べて、新しい1日を始めよう。信じられないけど、最近だけでココナッツを100個近く消費した。毎日食料が減っていくのを見ると、本当にプレッシャーだ。だから保存できるときは、できるだけ蓄えておく。明日の不安に備えるためにね。また、ココナッツと野生のパイナップルを少し取った。これで2日くらいは持つかな。よし、海辺に行ってみようか。今日はついに海が青くなった。これで潜って探検できる。くぐるたびに何か新しい発見があるんだ。今日潜ったら、いきなりタコを見つけた。俺を見るなり逃げていったけど、捕まえようとしたんだ。そしたら頭に炭をぼわっとかけられた。気づいた時にはもう穴に逃げ込んでた。こうなるともうどうしようもない。まあ仕方ない。タコはダメでもロブスターがある。水中だと大きく見えるのに、手に取ったらちっちゃいんだよな。だから逃がしてやった。結局、海辺では貝をいくつか収穫。どうだ、収穫は？タコとロブスターを見つけたぞ。タコ、本当か？で、ロブスターは？結局逃がしたんだよ。俺も優しいだろ。残ったのはこの貝だけ。これじゃ腹を満たせないな。何か考えなきゃ。そうだ、おじさん。マングローブ林に行ってみよう。俺は引き続きくぐるよ。今回は絶対に何か取れるはずだ。この前作った大きな仕掛けも、もう何日も海に沈めてあるんだよな。見に行ったら思った以上に取れてて嬉しかった。前と同じで、中で魚があちこち泳ぎ回ってたんだ。引き上げるのは大変だったけどね。まさか、こんなにたくさん取れるとは思わなかった。見て、この魚なんだろう。お、大きな旗もいるぞ。身がしっかりしてる。それに小さなアイゴもいた。あと、旗が3匹。さらにイチョウガニが3匹。それから金色のカニも3匹。こんな感じで今日の漁は大豊作。マングローブにも久しぶりに行ったし、ダートーもカニを何匹か捕まえられた。本当に今日はすごい収穫だ。いろんな海鮮が揃ったから今日はごちそうになりそうだな。お、魚がちょうど焼けてきた。サザエもいい感じだ。今日はついでに海水から塩も作ろう。食べきれない魚は干して塩漬けにしよう。これで数日後には干物が食べられる。この中で一番うまい魚らしい。ちょっと味見してみよう。うわ。めっちゃいい匂い。この身も食べてみるか。おお、ちょっと塩気もあるな。海塩を少し振ってみよう。これで味が一気に引き立つはずだ。うわ、本当にうまい。俺も塩をちょっと足そう。お、カニ味噌もあるぞ。
いやー、ジン兄さん、焼き加減ほんと完璧だな。ここ数日、大きな仕掛けでの魚の収穫は結構順調だ。だから毎日一番楽しみなのは、収穫を見に行くことなんだ。魚があれば海水を煮詰めて塩を作り、干し台も作れる。島でいろんな干物を手に入れられるんだ。将来きっと俺たちを助けてくれる。また台風が来るって聞いたし、だから干物をたくさん備蓄しておかないとな。今日泳いで捕まえたヤドカリは朝ごはんにしちゃおう。いつも邪魔するから食べてやるよ。ほら頭でかいな。身も結構入ってる。軽く朝飯食べて。新しい1日が始まるぞ。この干物はまだ食べられない。さっき魚を焼いたばかりで干してないからな。だから森を持って潜りに行くことにした。この数日で材料を見つけて森をアップグレードしたんだ。竿を長くして先端の穂先も交換した前より使いやすいはず。森を持って早速潜って探索開始。この海域はまるで新しい世界だ。いろんな魚が泳いでる。でも大物はまだ見つからない。あいつ俺の森なんて気にしてないみたいだ。動きが速すぎて全然つけない。他の魚を狙ってみてもチャンスを全然くれないんだよな。途方に暮れてたその時、目の前に旗が現れた。ゆっくり近づいて森を放ったら一発で仕留められた。旗を仕留めたけど石に何度も当てたせいで森が壊れた。魚は取れたけど森の先はダメに。喜ぶべきか悲しむべきか。でもじっとはしてられない。探索は続けるぞ。まだ潜り続けるんだ。ここは資源が本当に豊富なんだ。今回は魚を狙うのをやめて別の食べ物を探すことにした。岩の上を張ってるアワビって見たことある？あっという間にたくさん取れたよ。アワビだけじゃなくてたまに巻き貝も見つかるんだ。あ、七重ガニだ。よし、こいつもいただこう。さらに探してると岩の隙間にロブスターが隠れてた。手を突っ込んで触ってみたら出てきたのはヤドカリだったよ。ほんとどこにでもいるな。ロブスターも捕まえられた。その後も探してもう1匹ゲット。でもそれ以上は見つからなかった。今回の潜りはかなりいい成果だったな。おいダート、さっきついた魚は処理してきたよ。まさか俺が盗み食いするとでも？もちろんだろ。アワビほんとにうまいな。普段はなかなか食えないし。黄身があるか見てみよう。開かないや。次はロブスター行ってみよう。おお、身がぎっしりだ。まるで牛肉みたいだな。ほんと最高だ。でも正直なところちょっと物足りないな。春歌、俺も足りない気がする。干物が食いたい。台風の影響でくぐるのが大変なんだ。でも幸いこの数日でビクで塩漬けの魚をちょっと確保できた。今朝は仕掛けに小魚が何匹か入ってたんだ。とりあえず島での食料は少し確保できたな。今日は釣り針を引き上げた瞬間に大波が来たんだ。これじゃ数日は潜れないな。その間何食べるんだ？塩魚がまだあるじゃん。でも塩魚ばかりじゃ主食にはならないよ。そうだ陣慶、この前焼いた香ばしくてと焦げたうなぎ忘れられないんだよ。あ、そうだ、思い出した。藤で編んだ仕掛け海に入れっぱなしだ。見に行こう。全部流されちゃってる。中波空っぽだ。しかも壊れてる。空っぽじゃないな。中に魚が1匹いる。でももう腐ってる。今はちょうど潮が引いてるし、ちょっと磯遊びしてみようぜ。おいだあと、ここにフグが打ち上げられてる。パンパンに膨らんでるぞ。危険を感じると膨らむんだな。歯に噛まれないように気をつけろよ。よし、海に返してやろう。おう、小さな石ウニだ。ひまわりみたいな形だな。でも食べ方わかんないし、これも返しておこう。食べられないものばっかりだな。別の方法を考えなきゃ。仕掛けが壊れちゃったし、
ダートーはどうしてもうなぎ食べたいって言うし、ならもう一度藤で仕掛けを作ろう。今度はもっと大きいのを編んで効率アップだ。俺の狙いはうなぎだけじゃない。もっと大きな夢があるんだ。やっと編み終わった。この仕掛けならうなぎだけじゃなくて、小魚やタコも取れるぞ。よし、これでいけるな。餌は死んだ魚をそのまま使おう。中に石を少し詰めて重くして、それを海に沈めるんだ。この仕掛けは長く置かなくてもいい。夜になったら引き上げに行こう。今は潮がさらに引いてきたし、大きい仕掛けも設置しておこう。導きに合わせてまた後で見に来よう。潮がどんどん引いてる今のうちにもう一度磯探しを試そう。さすがに食べられるものがあるはずだ。ダート、何か食べられるの見つけた？小エビだ。ロブスターの赤ちゃんみたいだな。でも小さすぎるから海に返そう。お、見ろよ。でっかいタニシだ。また貝殻だな。今日は潮干狩りには向かえてないみたいだ。夜になったら仕掛けを回収しよう。さて、成果はあるかな？お、大物か。ダート、何が入ってる？どうだ？早くひっくり返して。嘘だよ、何もない。マジかよ。多分、仕掛けてた時間が短すぎたんだな。だから何も入ってない。ここにしっかり固定しておけば、すぐ潮が満ちる。明日の引き潮でまた見に来よう。仕方ないな。今夜は塩漬けの魚を焼いて食べるしかない。おお。しょっぱいけど香ばしいな。うまい。俺もそう思う。もう2匹焼こうぜ。今日は本当に大変だったな。一日中動き回ったのに、何も収穫なしか。明日は少しでも状況が良くなるといいな。ひねけ、きっと俺たちもいつか逆転できるさ。大きなフグを見つけた。それと、綺麗な石垣ウニ。でもどれも食べられないものだ。そのために、半日かけて大きな魚かごを編んだ。美味しい海鮮を食べようと思ったのに、何も入らなかった。これが、上陸して以来、一番ひどい日だと思った。でもそれは、始まりに過ぎなかった。今日は風が強いな。海辺に行こう。大変なことになってるかも。苦労して半日かけて編んだ仕掛けが、波に壊されてしまった。昨日置いた時は、ちゃんとしてたのに、どうして今日はこうなったんだ。大丈夫。まだ大きな仕掛けがある。大きな魚かごだ。昨日ここに置いた大きな魚かごが波に流されてしまったようだ。台風の影響で最近は波が大きすぎる。魚かごを置くのも無理みたいだ。くぐることもできないし。実は今の困難は目に見えるものだけじゃない。僕らの住処は風の通り道で台風がよく来る。夜は全然眠れない。貯めておいた葉っぱや食材もすっかりなくなった。保存していた干し魚も食べ尽くした。今日こそ一つずつ解決しないと。まずは住む場所の問題だ。風を避けられる場所を探し、そこに避難小屋を作る。小屋の骨組みは竹で、屋根は草で拭く必要がある。小屋作りは得意だから、1日で完成させられた。こうして問題は解決。新しい小屋が出来上がった。あとは少しずつ整えていく。住む問題は解決したから、次は食べ物を解決しないと。潜水も魚かごも無理だけど、潮干狩りはできる。ここ数日、昼間は成果が出なかった。今夜試してみよう。小さい仕掛けを新しく作った。今夜のための潮干狩りの道具だ。まずは貝を砕いて餌にしよう。貝を割って、水たまりに巻いていく。お前も手伝ってくれよ。全部の水たまりに巻こう。今夜はたっぷり海鮮を得るぞ。今夜は大きな魚を食べたい。もう準備はできた。暗くなって大潮になったら出発だ。もう引き潮になったぞ。行こう。海に来たらすぐにナマコを見つけた。あ、ここにもいるぞ。これはいいものだな。でもこれは恋が大変だ。今回は話しておこう。潮が引くと海鮮があちこちに出てくる。他にも何か探してみよう。潮干狩りは本当に楽しい。次の瞬間、何が見つかるかわからない。例えば、岩の隙間で休んでる小魚とか、魚槍を使わなくても簡単に捕まえられる。ここにも打ち上げられた小魚がいる。これは逃がしてあげよう。打ち上げられた幼獣を見つけた。こんなのめったに見ないよ。最後に見たのは、4年前だったな。すごく美味しいらしい。今日は絶対食べてみたい。珍しい幼獣王の他に、打ち上げられたボラも見つけた。傷ついたボラが打ち上がってた。どうしたんだろう。他の魚に噛まれたのかもしれない。すごく太ってる。これは持ち帰ろう。今日は魚だけじゃなくて、他のものも手に入った。石ガニに、
七干しガニ、それにアワビも。今日の潮干狩りは大成功だ。ヨウジウオもボラもいて、カニもアワビもある。ただ魚よりは出番なしだった。まあ気にしない。まずはこれを食べよう。ヨウジウオを初めて食べたのは2019年だったな。味を試してみよう。うわぁ、この肉すごく香ばしい。本当に美味しい。私もすごく美味しいと思う。こう比べると、ボラはちょっと劣るな。でもごちそうを食べられるだけで幸せだ。やっぱり、たくさんの苦労を乗り越えて、やっと食べられた食事だから。そうだね。大事に味わわなきゃ。今日は本当にたくさん取れたし、お腹いっぱいになったらまた見に行こう。収穫は簡単だな。これもすごく太ってる。島で生活するには、便利なサバイバル道具が欠かせない。この強風と大波で、作った仕掛けが全部壊れてしまった。だからまたカニ用のカゴを3つ編んだ。マングローブに仕掛けておこう。最近のカニはとても太っているから、絶対に逃したくない。中に腐った魚を入れて餌にする。潮が満ち引きする時を待って、今日も波が大きくて、海には入れない。ここ数日で腐った死んだ魚をいくつか拾った。全部この大きな水たまりに入れた。潮がもっと引いたら見に来よう。カニと魚どっちが先に来るかな？もうすぐわかる。収穫を待つのは長い時間だ。その間に新しい家に、かまどを作ろう。ちょうどいい。やっぱり海鮮を取って焼くのが一番好きだ。石と土を材料にして、丁寧に作り上げると少しずつ形ができてくる。さらに長く焼いて固めればすぐに使えるようになる。このかまどは多機能で、下でいぶしたり、上で蒸したりできる。もう時間が遅くなってきたから仕掛けを見に行こう。行ったらすぐに水たまりにたくさん小魚を見つけた。捕まえてみよう。捕まえた。赤い魚だ。この穴にもいるぞ。お、また赤い小魚が1匹。珍しい形のカエル魚だ。この魚はあまり良くなさそうだ。そっとしておこう。これは大きな巻き貝か？こんなに大きいのは初めて見た。この大きな水たまりはもう少し引いたな。魚がいる。ダート、魚股を取ってきて。魚は全部穴に逃げてつけないな。今日はこの仕掛けは無駄になった。やっぱり小さい水たまりの型が取りやすい。魚を1匹捕まえた。お、かわいいハリセンボンだ。顔がすごく可愛くない？これは逃がしてあげよう。ここには小さいチョウチョウウオもいる。おっこっちはちょっと大きい。あ、これはクロダイみたいだ。こんな小さなシャコか。これは離してあげよう。小さすぎるからな。おお、何を捕まえた？うわ、柔らかい殻のロブスターだ。殻が柔らかいだろ？これは持ち帰ろう。すごいぞ。しかも結構大きい。これも収穫だ。こうやって仕掛けを工夫して、今日はなかなかいい収穫になった。種類も本当に豊富だ。さあ、新しいかまどを使って料理開始だ。海風を浴びながら焼き魚を食べて、今が一番幸せな瞬間だ。うわ。このロブスターは脱皮しそうだ。殻が柔らかくてすごく美味しい。おお、このカニもすごく太ってる。本当にいい匂いだ。美味しいな。俺の方もめっちゃ香ばしいぞ。あ、カニの仕掛けまだ見てないな。後で見に行こう。
続けてやろう。もっと海鮮を取りたくて、長く飛ばそうと思ったけど、この魚をついた途端、波が来ちゃってさ。だからこの魚は干して、保存食として取っておけば安心だ。誰かがヤシの実の芽を、この氷の箱に入れてくれた。お腹が減ったら食べられる。ほんと助かるよ。喉も潤せるし、腹も満たせる。多くの人は知らないかもしれないけど、このヤシの芽は、ヤシの子供なんだ。一つ食べるのは、ヤシの木一本分を食べるようなもの。僕たちは長くここで暮らすつもりだから、ヤシの芽や干物を蓄えるだけじゃ足りない。だから生き延びるための道具を作って食料を安定させる必要がある。だから今日は改良版の魚の仕掛けを作った。骨組みは竹でできてて、とても丈夫なんだ。少なくとも半月は持つだろう。これで大きなウナギを狙えるかもしれない。今回は自信があるよ。あとはゆっくり待つだけだ。でももう半日動いて、まだ夕飯が決まってないんだよな。何を食べようか。そうだ、思い出した。マングローブに仕掛けた。3つのカニカゴ。急いで見に行こう。餌がなくなってる。カニもいない。ああ、餌だけ食べられてる。カニもなし。今日は何も取れなかったかと思ったら、中に入ってるぞ。見て、3匹のカニがいる。このカニすごく凶暴だ。爪を広げて構えてるし。よし、カニを取り出そう。でもこの3匹だけじゃ、全然足りないんだ。だからマングローブで穴を掘って、さらに大きなカニを探すことにした。このカニは片方のハサミが、まるで怪力の腕みたいに大きくて、夕食の準備をしてくれた。でも軽く焼いた後は、ハサミだけ食べることにした。そうすれば脱皮した後に、また新しいハサミが生えてくる。一方、僕は根気よく探して、やっと大きなカニを見つけた。今日はカニが食べられそうだ。でもこの小さなカニ、美味しいのかな？ジン兄さん、早く食べて味を試してみて。見ろよ。おう、サクサクしてる。でも肉はほとんどないな。でも味はなかなかいい。ここ何日も焼いたものばかりで、たまには炒め物を食べると本当に美味しく感じるね。ここまで見てると、きっと多くの人は、楽しんでるだけじゃないかって言うだろう。実際、この瞬間は本当に楽しいんだ。でも他の食べ物は苦労ばかりだよ。たくさん苦労したからこそ、この一瞬があるんだろうな。そう、これが、苦中の楽しみってやつだ。ねえ、ジン兄さん。カニを食べたけど全然足りないよ。あの魚食べちゃダメ？あの魚は非常用なんだ。ビクを仕掛けてあるし、後で様子を見に行こう。どうだ？何も入ってない。多分仕掛けてから時間が短すぎたんだな。明日また見に来よう。いろんな生活道具を作ったり、結構豊富な食料を手に入れて、島での暮らしもだいぶ楽になった。でも海鮮だけでは生活には足りない。だから今朝は山に野生の果物を探しに来た。この季節は山の果物が特に多い。根気よく探して見分けられれば必ず収穫がある。これは野生のマンゴスチン。すごく甘いんだ。普通のマンゴスチンみたい。ちょっと食べて持ち帰ろう。みんなが果物を焼いて食べ終わったら、そろそろ仕掛けておいた魚かごを回収しよう。大物が入ってるかどうかは運次第だ。なんか大物がいそうな気がする。出してみよう。わ、魚がこんなにたくさん。今日は全部小魚ばっかりだ。でも干し魚のストックが増えたぞ。これは非常用に取っておく。天気が悪くなって食べ物が見つからない時に食べよう。次は海に潜って食料探しだ。投げやりだけじゃ足りない。だから挟む道具を作ったんだ。そうすれば大きなカニを見つけた時に、このハサミで捕まえることができる。よし、海にくぐろう。道具を持って潜水開始だ。この海の底には、大小いろんなナマコがいる。これがまた本当にまずい。よほどのことがない限りは無視だな。ハサミを持ってるから狙いはもちろんカニ。カニはだいたい岩の隙間や砂の中に隠れてる。根気よく探せば見つかるはずだ。やっぱりすぐにワタリガニを1匹捕まえた。今回の潜水はまるでカニとの勝負みたいになった。2時間の間に大きいのから小さいのまで何匹も見つけた。このハサミが大活躍してくれたよ。ワタリガニは水の中ですごく素早い。でもちょっと走るとすぐに疲れてしまう。
だから、俺のハサミから逃げきれずに捕まっちゃう。結局、5匹の渡りガニをゲットした。このハサミは本当に役立つな。カニが結構捕まえられた。魚を獲物にして潜水開始だ。潜った途端、小さなウナギがじっとこっちを見ていた。ちょっと触ってみたら、ウサギより早く逃げてった。水中でゆっくり泳ぐ魚を見つけたけど、久しぶりの森だから当たらなかった。でもその後のチャンスには影響なし。だって、石の上でじっと動かない魚がいたから、そいつを狙うことにした。ウグイを1匹仕留めて、またもう1匹発見。最初は外してしまったけど、幸い遠くへ逃げなかった。だから近づいて、今度は一撃で命中した。ウグイを2匹ゲットしてから、休んでいるブダイを見つけた。これも一撃で仕留められた。魚3匹を取った後もだいぶ探したけど、もう収穫はなかった。だからそろそろ陸に戻ることにした。今日はかなり役に立ったな。魚を3匹仕留めた。獲物を手に入れたら、次はバーベキューの時間だ。まずは大きなカニから行こう。見た目からしてもううまそうだ。うわ、本当に甘くて美味しい。こんな生活、ほんと大好きだ。今日は魚を3匹仕留めたし、すごい達成感がある。達成感があると苦労も報われる気がする。カニとマンゴスチンの組み合わせ、食べれば食べるほど幸せだ。ダート、もっと果物食べろよ。俺にもたっぷりな。おう、わかった。毎日の生活はとても慌ただしい。潜って魚を突くか、いろんな魚かごを編むかのどちらかだ。潜って魚を突くのはまだいい。くぐれば多少なりとも必ず成果があるからだ。でも魚かご作りはそんなにうまくいかない。ほとんどが一度きりの使い捨てだ。すぐに波で壊されてしまう。苦労して半日かけて編んだ魚かごがまた波で壊されてしまった。これで11個目の魚かごが壊れた。だから大変な労力をかけて新しい魚かごを作った。作るだけで丸1日かかってしまった。今回は木の枝と細い竹を使って三角形にした。前の丸い形よりももっと頑丈で長持ちしそうだ。よし、ダートー、早く仕掛けてくれ。これはめちゃくちゃ重い。ダートーが海に投げ込んだ後、俺は魚かごをもう少し深い岩場に引っ張っていく。そこに準備しておいた餌を入れればいい。今度は少しでも長く使えるといいな。魚かごを仕掛けたら、俺も潜って食料探しだ。今夜の夕飯はまだ決まってないんだ。海底を探索しているとナマコを見つけた。指くらいの大きさの小さなエビの子供もいた。さらに探索を続けると、見たこともない海の生物を発見した。一体なんだこれは。知らないから捨てておこう。この辺りの海にはいろんなウニがいる。長いトゲのウニの列の他に一番多いのはバフンウニだ。表面にはいろんなものをくっつけて偽装している。少し潜っただけでたくさん見つけた。どれも大きさが違って、色もそれぞれ少しずつ違っていた。ただ、中身の黄色卵巣が多いかどうかはわからない。今日潜ったこの海岸は本当に多いな。今日は全部取ってしまおう。さあ、もう少し潜り続けよう。さらに潜って食料を探す。その頃、ダートーも手を休めていなかった。木に登ってヤシの実を取ってきた。前に仕掛けたカニの罠になんとワタリガニが入っていた。ほんと久しぶりにワタリガニを見つけたよ。ワタリガニはここにかけておけばいい。ついでにもう一つヤシの実を取って。俺はウニ以外の食べ物を探し続けた。すると、岩の隙間にロブスターを発見した。目測で少なくとも3匹はいる。でも暴れて水が一気に濁ってしまった。しかも奥の穴に逃げ込んだ。今日の食事のために思い切って引きずり出した。危険だったけど何とか捕まえた。あれ、ヒゲがこんなに簡単に折れるのか。実はこれは脱皮したばかりの柔らかい殻のロブスターだった。まあ焦らずに、とにかく捕まえられたのが嬉しい。でも俺が1匹捕まえてる間に他のロブスターは逃げてしまった。しばらく探してみると少し離れたところに1匹見つけた。こいつ水中ですごく速い。
泳ぎは俺より速いけど、体力では勝っているはずだ。結局逃げ切れずに捕まった。今日は本当に大量だな。まずはロブスターとワタリガニを焼香。ダートも今日はよくやったな。ワタリガニまで捕まえたんだから。でも今日のウニはちょっと変だな。たくさん取ったのに卵が入ってるのはほんの少し。まあそれでも食べられるだけありがたい。うわ、めちゃくちゃいい匂いだ。さあ、いただきます。まずはワタリガニのカニ味噌から。うわ、この味は本当に独特だ。薬草みたいな強い香りがする。噛めば噛むほど旨味が広がる感じだ。朝からこれを食べられるなんて、ちょっとした贅沢だな。でも正直、ロブスターの方が美味しい気がする。それはお前が本当にカニのうまさを分かってないだけだ。なんか少し残念だな。俺たちの魚籠とエビの成果、これがいい運を運んでくれるといいんだが、もし獲物がしっかり入るようになれば、さらにいくつか作ってみるつもりだ。そうすれば、ここで魚に困ることはなくなるだろう。その時は、他のことをする時間もできるはずだ。そうなるといいな。ここでは本当に、いろんな海の生き物に出会えます。お腹が空いた時に限って、恵みを与えてくれるんです。この島で60日間冒険したいから、食べ物を探すだけじゃなく、保存する方法も考えないといけません。今朝はまず、残りの塩漬け魚を焼いて、朝ごはんにします。いい匂いがしてきた。さあ、塩漬け魚を食べよう。新しい1日の始まりです。島で暮らすには、食べ物を探すことと保存することは同じくらい大事。魚を保存する燻製炉を作ろうと。燻製炉があれば、捕まえた魚を燻製にして長く保存できます。さらに燻製魚を奥棚としても使えて虫に食べられる心配もなくなります。燻製炉が完成しました。しっかりした作りで日持ちも良さそうです。さあ、食材を探して試してみましょう。まず昨日仕掛けたビクを見に行きます。ちゃんと入ってるかな。成果があるといいんだけど、一番置いたビクに何か入ってると期待して、でも見てがっかりしました。入っていたのは食べられないフグ1匹だけ。だから魚槍を持ってくぐるしかない。この魚槍は道具を使って改良しました。前は1本だったけど、今は3本に。命中率がずっと上がります。潜ってから獲物の群れを探し始めました。昼間は魚があちこちにいますが、実際に着くのはとても難しいです。魚は地形をよく知っていて、少しでも危険を感じると、すぐに岩穴に逃げ込んでしまいます。着くのが本当に大変です。海はいつも意外なものをくれるからです。魚はつけなかったけど、岩場で別の食べ物を見つけました。例えば、アワビを加えた、食事中のイシガニです。これは一石二鳥ですね。動きの鈍いイシガニは、すぐに2匹見つかりました。たまに岩に張り付いた巻き貝や、ゆっくり動くカニの仲間、それに近づくと、逃げ出すヤドカリもいます。貝を一つ拾った時、ふと思いました。貝やカニだけじゃ腹は満たせない。魚もつかなきゃダメだと。探し続けて、ついに見つけました。岩の隙間に隠れていた、オニダルマオコゼです。不器用さを隠すために擬態しています。小魚を待ち伏せして食べるんです。でも今日は逆に食べられました。石行をついた後すぐに岩陰に隠れていた青ブダイも発見。改良した魚槍は本当に使いやすい。逃げる隙を与えません。大物をつきました。今日のオニダルマオコゼは本当に大きい。背中のトゲには注意しないと刺されたら危ないです。さあ、戻って料理しましょう。僕たちの燻製炉、いよいよ稼働です。わあ、この魚、焼いたら真っ黒になった。美味しいかどうかはわからないけど、ちょっと食べてみよう。皮がすごく厚いから。外はカリッと、中華柔らかく焼けてる。なんとも言えない味だな。ちょっと薄味に感じます。もし調味料があれば、一人で1匹食べられるくらいです。神経、本当にすごいね。そうだ。この燻製魚はいつ食べられるの？
あれは長時間いぶさないとダメだよ。夜に夜食として食べよう。じゃあ、今はやめとく。わあ、燻製魚が出来上がった。焼いた魚より美味しい気がする。しっかり燻製の香りもついてる。本当に美味しいね。もう少しいぶしたら、身が乾いてさらに美味しくなるよ。非常食用のために備蓄を作るため、ここ数日で突き刺した魚を全部燻製にして保存した。備蓄はあるが、まだ大きな問題を解決しないといけない。作った海用のビクが、海に置いたらなぜか消えてしまった。投げやりも、使いすぎて折れてしまった。今日はちょっと大変だな。ビクがなくなっても大丈夫。また作ればいいんだ。島で長期的に魚を取るなら、信頼できるビクが必要だ。だからここ数日で道具を使って、丈夫で長持ちするビクを2つ編んだ。これで富士の弱いビクをやめて、竹のビクに切り替える。今後はもっといろんな形を作って、島の生活レベルを上げていきたい。この2つのビクは俺の設計で、大きな魚を狙ったものだ。入り口もあって、魚が入ったらほぼ出られない。餌に臭い魚を入れて2つのビクを海底に置いた。今日は流れが強くてかなり力を使った。やっと岩の間にビクを固定して石も入れて動かないようにした。今度はいい収穫があるといいな。ビクは全部設置できた。後で回収に行こう。今日は潮の流れが強い。視界もかなり悪い。でも岩場には少し食べ物が見える。一番多いのは小さな巻き貝や宝貝だ。海って本当に不思議だな。大きな貝を背負って必死に歩いてるヤドカリを見つけた。そんなに苦しそうでつい手助けしてしまった。その後一番鈍いカニも見つけた。七星ガニは時々じっとして動かない。死んでるのかと思うほどだ。七星ガニの他にも互角ヒトデを見つけた。その瞬間次の探索がますます楽しみになった。数時間の素潜りの間にダートーも休んでいなかった。彼は枝を集めてその後木に登り唯一のヤシを取った。さらに引き潮の潮だまりで打ち上げられたガンガゼを触った。黒いガンガゼを見るのは初めてだ。トゲに刺されないよう注意しないと。刺されれば激痛で大変だ。長い探索の末に岩穴の中でついに食べたかったロブスターを見つけた。俺を見て逃げようとしたけどすぐに捕まえて抑え込んだ。ロブスターを手にした瞬間安心感が湧いてきた。今日の晩飯は大きなロブスターだ。大物を見ろよ。うわ、来い来い。こんな大きなロブスターは久しぶりだ。重さは1斤以上はあるな。今日は結構いい日だ。大きなロブスター1匹。さらに巻き貝もある。大きなカニも1匹。もう遅い。帰って料理しよう。またごちそうだね。ジンケイ、こっちにも魚あるよ。悪くないね、へへ。今日のうちわサボテンの実は皮が薄くて果肉が厚い。本当にいいね。でもこのココナッツはちょっと微妙だな。それでも今日の晩ご飯は豪華だ。まずこの伊勢海老を食べよう。いつも君が尻尾食べてるだろ。今日は俺の番だよ。食べなよ。俺はこのカニで十分だ。しかも味噌入りだ。うん。カニは美味しいか？美味しい。毎晩ご飯の時は風が強くて食べ物を奪われそうになるんだ。もう慣れたけどね。ジンケイ、俺の魚食べていいよ。あ、そうだジンケイ。後でこの燻製魚食べてもいい？ダメだ。こんなにあっても足りないのか？潜って食べ物を探す。毎回くぐるといろんな海の甲を見つけられる。味もそれぞれ全然違う。空振りを防ぐために最近は竹で2つの仕掛けを作った。それを全部海に設置した。一番経ってその仕掛けがなかなかの収穫をもたらしてくれた。よし、これも受け取って。今日は1つの仕掛けで魚5匹。本当は6匹いたけど途中で1匹逃げた。この大きな口の魚は種類不明だ。とりあえず全部燻製にして保存する。最近は夜によく雨が降る。
新しい避難所は雨よけが弱い。だから古い避難所に2日ほど移る。台風も来るらしいし、急いで雨よけを修理しておいた。大風大波が来る前に、今日はしっかり潜ってみよう。今回は1本の槍に変えて、長さも伸ばした。今日はきっと、いい運を運んでくれるだろう。これどうやって取るんだ？早く手伝って。この辺りの海底にはウニが多い。まずは少し集めて、別の用途に使う。今日はウニを蒔絵にして魚を狙う。全部砕いて、海に投げ入れた後、潜って食べ物探しを再開した。すると、ノロノロ動くナマコを見つけた。こいつはたまに動きが遅くて簡単に捕まえられる。でも食べられないから離してやった。その後、動く海の植物のようなものを見つけた。砂の上に生えていて、危険を感じるとすぐ引っ込む。この辺りの海底はとても綺麗で、いろんな海の植物が生えている。魚たちも泳ぎ回っている。でも魚を突くのはそう簡単じゃない。だからゆっくり探してチャンスを待つ。魚を突く前に別の食べ物を見つけた。目の前にホタテが現れた。まるで木のように砂にしっかり根付いていた。ホタテを収穫した後、大きな冷た貝も発見。これは本当に美味しい海鮮だ。もちろん持ち帰る。小さなウナギやノロマなカニは放っておいた。今日の主な目的は魚を突くこと。ここで一番狙いやすいのは旗だ。普段はじっと動かないから。1匹見つけたけど、最初は外してしまった。幸い遠くへは逃げなかった。その後また旗を見つけて、2匹を突くことに成功した。さらに美味しそうなカワハギも見つけた。カワハギを収穫した後、ついに大物が現れた。穴の前にウナギがいて、ずっとこっちを見ていた。すぐに狙いを定めて、一撃で仕留めた。ようやくウナギをつけた。その後、さっき蒔絵した場所に戻った。するとすぐにロブスターを発見。でもこいつはウサギより早く逃げた。後ろ姿を見送るしかなかった。代わりにここで収穫したのは、岩の上で餌を食べていたアイナメ。砂の上を走るベラの仲間。そして砂に隠れていたオコゼ。こうして、今日の潜水採集は終わりを迎えた。僕が潜っている間、仲間のダートーも岸で動いていた。タケノコを見つけて、煮た後乾燥させる装置まで作った。タケノコを干して保存する準備だ。これが島での野菜。そしてこれが島のおやつだ。今日は本当に収穫が多い。大きな貝が2つ。魚が数匹。カニが2匹。このタケノコもよくできたな。今度はもっと取ってこよう。その魚の糸は焼かせておこう。俺たちは先に食べよう。ダート、もっと食べろよ。最近痩せてきただろ。ジンヤに、それもう焼き上がったみたいだ。お前に食わせるぞ。うわ、うなぎの香ばしい匂いだな。久しぶりだし、陣形を待たずに食べるよ。俺を待たなくていいよ。もし足りなかったら、この前保存しておいたやつをお前にやるよ。たくさんのリシガニが山を降りて食べ物を探しに来て、何匹かは俺たちのシェルターまで来ちゃったんだ。だから捕まえておいたよ。イシガニは夜ご飯にとっておこう。台風の影響で最近は波がどんどん荒くなってる。だからこれからは食料探しがすごく大変になる。幸い、この2日で古いココナッツをいくつか貯めておいた。味がすごく濃いな。それに燻製魚も少しは備蓄してある。食料はあるけど、今日も何もせずに待つわけにはいかない。もっとたくさん魚の仕掛けを作って海に仕掛けておかないと。今日いい獲物が手に入るかどうかは運次第だな。もう少し経ったら見に行ってみよう。待ってる間も暇しないで。潮だまりに行って運試しだ。主に食卓を少しでも豊かにしたいんだよ。俺としては夜ご飯が石ガニだけってのは嫌だ。
ここでは小さな巻き貝はよく見つかるし、あちこちにカニもいっぱいいる。地面を張ってる小さいカニもいて、いろんなナマコもいるし、名前もわからない生き物までいる。でも、今日探してるのは、そういうのじゃなくて、本当に美味しいやつだ。例えば、岩にくっついてる、ムール貝とか、これも取っておこう。うわ、タコだ。本当かよ。あ、見えた見えた。うわ。めちゃくちゃ大きい。この赤いタコは、味がめっちゃ美味しいんだ。今日絶対捕まえなきゃ。その後俺は、ダートーと分かれて動いた。すると、やばい獲物を発見した。ジン兄さん。めっちゃ新鮮なの見つけたぞ。見ろよ。このやつ全然動かないぞ。俺の方も岩の穴でカニの跡を見つけた。うわ、すげえ。また七重ガニだ。今日の潮だまりでの収穫は、ムール貝の山とタコ1匹。それにカニ2匹だ。帰ったらカニのごちそうが作れるな。そのカニ園、めっちゃ楽しみだ。よし、早く海鮮を処理して、俺は生活用意してくる。このタコ、めっちゃいい匂いや。なんで2匹しか焼かないんだよ。美味しいのあると全部食べたくなるんだよ。残して明日食べたらいいじゃん。おう、ちょっと待て。俺はムール貝を煮るわ。島に来てこんなに経ったけど、ムール貝食べるのはこれが初めてだ。でもやっぱり俺は石ガニの方が好きだな。この味はカニの中でも唯一無二だよ。タコがあるのになんでまたカニ食べるんだよ。まだちゃんと火が通ってないな。もう少し焼香。人慶、俺も丸ごとカニ欲しい。一人2匹ずつな、いいだろ。うわ、めっちゃ大きなカニ味噌だ。やっぱりうまいな。うわ、このカニ味噌もめっちゃ多い。比べてみると、確かにちょっと劣るな。でも、あるだけでも十分だ。俺には違いがよくわからないけどな。早く食べろよ。食べ終わったら魚かゴミに行くぞ。この魚も焼き上がったぞ。今朝の朝ごはん、香ばしい冷芝ガニだ。うん。昨日少し残しておいてよかったな。なかったら今日は食べるものないよ。うん、美味しいね。人慶、早く食べて食べ終わったら、浜竜を見に行こう。大物が入ってるかな。何もないね。2つ仕掛けても収穫なし。ここでの生活ってこういうものだ。努力しても必ず報われるわけじゃない。今日はまた潮干狩りを続けるしかないな。来たばかりでパンケーキヒトデを見つけた。うわ、ここパンケーキヒトデ多すぎだろ。すぐに5つ拾えたよ。こういうカラフルな五角ヒトデもたくさんある。この大きなヒトデの形すごいな。集めるとまるでヒトデのパーティーみたいだ。でも見るだけにしとこう。食べ方わからないし、ここにクモガイがいる。ほら、まだ動いてる。こっちにも1つ。全部拾っちゃおう。ここには動き回るクモガイがたくさんいる。しかも2つの小さな目でじっと見てくる。こっちにはタマガイもいる。さらにホタテもあるぞ。この岩にはネコメドラゴンが2匹ついてる。うわ、めっちゃくっついてる。今日はほんとごちそうだな。ちょっと岩をひっくり返してみよう。下に大きなクモガイがいた。まだ動いてる。ほら見て。取っちゃおう。でっかいホタテだな。海辺で一番多いのはこの巻き貝とホタテだ。本当にいっぱいある。このバケツずっしりしてめっちゃ重い。どれだけ身があるかな。よし、戻って確認しよう。とりあえず全部茹でておこう。こんなに大きなバケツいっぱいの貝。結局、身は丼2杯分だけ。それでも悪くないな。でも夜ご飯これだけじゃ物足りないな。ダート、俺、ちょっと山で他のもの探してくる。何か収穫あるかな。熟した芭蕉の実はなかったけど。野生の唐辛子を見つけた。
実はすごく小さい。でも辛さは全然負けてない。数は少ないけど、俺たちには十分だ。ダートもこっちで作業してた。テーブルマットを編んで、さらに、回転式の BBQ システムを作った。ココナッツチキンを焼いて、肉と野菜のバランスを取るつもりだ。今日のご飯は本当に最高だな。我慢できない一口食べてみよう。うわ。本当に辛くて香ばしい。ダート、早く食べろよ。どうだ、ダートうまいか？うまい。でもこれじゃ俺には足りないよ。ほらほら、ちょっと分けてやるよ。綺麗な貝殻がたくさん集まった。そして貝の身が丼2杯分だ。この前潜った時に、とても大きなタコを見つけたんだ。うまく穴から引きずり出すことにも成功して、それを干してタコの干物を作った。ここ数日は食べ物に困らなくて済みそうだ。でもここで、じっとしてはいられない。そろそろ島での暮らしを変える時だ。次の時代に入るんだ。その次の時代っていうのは、この壊れた冷蔵庫を使って耕し始めるってことだ。島で海鮮ばかり食べてると飽きるからね。肉と野菜のバランスを取らないといけない。今は植える場所だけはできた。でも種の問題が残ってるんだ。ダメだ。山に探しに行こう。森を歩いて探検するのが、俺はすごく好きなんだ。ここではいろんな変わった植物に出会える。例えばこれ、巨大なエンドウみたいな形をしてる。それに、大小様々なイチジクもある。そして、ミニキウイみたい。見てみて、これなんだろう。野生のキウイだよ。中身はこんな感じで、市販のキウイとそっくりだ。すごく酸っぱいが、ちょっと置いとけば甘くなるはずだ。最近雨が多くて、森からタケノコがいくつか出てきてる。食べられるものに出会ったら、当然持って帰るよね。だって、肉と野菜の組み合わせを実現したいんだから。とりあえず、タケノコはここに置いとこう。じゃあ探索を続けるぞ。地面になっている野生のキラー、フルーツだ。これはこなすとすごく美味しいんだ。だからたくさん持って帰らないと。ついでに、水を溜めておける植物も取ってきた。山で喉が渇いた時に、応急処置で使えるんだ。今日は山でこれだけ収穫した。活用できるかどうかはわからないけど、ダートをタケノコを持って帰るから行こう。今日見つけたこれってさ、種はとても取れそうにない気がする。そのわけ、野生の唐辛子をそのまま持って帰った方がいいかもな。食べたくなったら直接めばいい。あまり期待はできないけど、それでも試してみないとね。野生のキウイを半分に割って植えてみる。キウイとサネヤクソウの一種を全部植えてみた。期待は薄いけど、育てる過程そのものが面白い。今後はもっと良い種を手に入れる工夫が必要だ。ここでどうしても育てたいんだ。美味しい野菜をね。後でちゃんと実をつけてくれるといいな。この果物はこなすまで置いといて、ゆっくり食べよう。さて、晩ご飯の準備を始めようか。タケノコを全部剥いていくぞ。剥いたタケノコはまず湯通しして、それから小さく切る。一部は干して保存用にタケノコ干しにする。残りは貝の実と一緒に炒めて食べる。さらに野生の小さな唐辛子を入れて一気に味が引き立った。俺が夕食を準備している間に、大頭は浜辺で小さな貝を捕まえてきた。これで今夜の食事はさらに豪華になった。一日中動き回って、ようやくご飯だ。うまい。もし今回の栽培計画が成功したら、その後もどんどん挑戦していきたい。前は種を集めるのが難しかったけど、これからはここでも野菜に困らなくなるはずだ。よし。あの貝とお前のタコ、俺のだからな。これは俺の取り分だよ。いいけど、夜に腹減っても俺に言うなよ。さあ、水でも飲もう。おう、いいね。そういえばジンケイ、明日何か予定あるの？さ、明日は面白いことをやるぞ。ザリガニが水に潜ったばかりだな。タコを何回も見つけたよ。ここはタコが結構多いってことだね。だから仕掛けのカゴを編もうと思うんだ。タコが入ってくれるか試してみよう。普段タコは岩の穴に潜り込むのが好きだからね。中に餌がなくても、
勝手に入ってくるんだ。効率を上げるために。午前中に10個もあんだよ。出来上がったらすぐに待ちきれなくて。ここは夜になるとタコがいっぱい出てくるんだ。だから完璧な隠れ場所に見えたら岩穴と勘違いして入ってくるはず。これなら島で食料を手に入れるのがだいぶ楽になるよね。仕掛けは全部設置完了しました。一旦岸に戻って待とう。待ってる間も手を休めずに他のことをしよう。島での料理は海の甲を捕まえてそのまま焼くのが基本。もっと便利にバーベキューするために炭焼き用のかまどを作ることにした。仕掛け作りと同じで一番待たないと結果が出ないんだ。次の生活をもっと楽にするためにこうして準備してるんだよ。おう、中華全部炭になってる。このかまどがあれば炭に困らないな。今朝はこれを食べたよ。野生のキウイとココナッツの果肉軽くつまんで、それから仕掛けの様子を見に行こう。このココナッツの果肉うまいな。でもこのキウイは酸っぱすぎる。さあさあさあ、ココナッツを割ろう。さて、仕掛けて一番置いたカゴを引き上げに行こう。結果を見てびっくりしたよ。なんとロブスターが入ってた。本当にロブスターが入ってるとは。うわ、まさかだな。他のカゴにもロブスターを見つけたんだ。どうやらロブスターたちがカゴを本物の岩穴だと思ったみたいだ。お、また1匹。他のカゴも急いで引き上げてみた。ロブスター以外の海の甲も入ってるかな。一番気になってるタコは入ってないかな。中にロブスターが2匹入ってるのを見つけた。他の成果はどうだろう。これは空っぽ。これも入ってない。これもダメだ。あ、ここにはロブスターが1匹いる。出てこい。こっちにも1匹入ってる。ここにもいるぞ。おお、出てきた。見ろよ、小さなロブスターだ。でもこの3つは空っぽだった。本当はタコを捕まえるつもりだったのに、結果はロブスターが3匹だった。これじゃ僕らには足りないな。もう一度潜ってみよう。今日の食事をちゃんと確保するために、また潜って食料を探しに行った。いろんな種類の貝が見つかるんだ。大きさは小さいけど、数はそこそこある。これだけあれば十分食べられるな。ほら、いろんな種類の貝だよ。さあ帰って料理しよう。ロブスター久しぶりだな。やっぱ恋しいよ。見てよ、この身がパンパンだ。うわ、めちゃくちゃ美味しい。毎日カゴを仕掛けておけば、ロブスター食べ放題になるんじゃないか。なあ、人形。ちょっと気づいたんだけど、なんでカゴに入る数より、潜って捕まえる方が多いんだろうな。でもほら、3匹は取れたじゃないか。明日はもっと増えるかもしれないしな。まあ、そうだな。おっと、大きなカゴを持ってきてくれ。食べ終わったらまた仕掛けよう。でも早く食べたいな。サボテンの実を取りに来るのは久しぶりだな。どんな風に育ってるかな。わあ、大きい。ここ、一面に生えてるな。大きいのもいくつかある。ほら、もうこんなにたくさん取れたよ。朝ごはんはサボテンの実にしよう。サボテンの実を食べて、新しい1日を始めよう。島に来てから魚を食べてない日が続いた。今日は何とか魚を手に入れたい。魚を釣るにはいい餌が必要だ。この海の中にはいろんな魚がいる。彼らも俺と同じでいつも腹を満たすことを考えている。だから餌を用意してやらないと。この季節はアワビが多い。だからアワビを少し取って、その実を餌にすることにした。およそ1時間探して、やっとアワビをいくつか収穫できた。アワビは手に入った。次は石と釣り針が必要だ。
それを組み合わせて簡単な仕掛けを作る。これで準備が完了した。よし、行ってみよう。仕掛けを一つずつ設置していく。海底の岩場に仕掛けるんだ。ただ置くだけでいい。でも、魚がよく集まる場所に置かないといけない。普段は岩の穴があるかどうかを見て、あればその近くに仕掛ける。きっとすぐに魚が寄ってくるはずだ。でも予想は外れた。魚は思った以上に早く来た。仕掛けを入れたばかりなのに、もう群れが集まってきた。その時、面白い光景が見られた。カニまでやってきて、様子を見に来た。大きな魚が一口食べてみたが、すぐに吐き出してしまった。でもしばらくすると、ついに一匹が針にかかった。石が動いているぞ。糸を引き上げるぞ。なるほど、これは青ブダイだ。よし、大物ゲット。青ブダイだ。この魚は動きがとても速い。仕掛けを入れたらすぐ食いついた。他の仕掛けも確認してみる。またヒットした。しかも大物だ。見ろよ、これ何の魚だ？めちゃくちゃ大きいぞ。早く引き上げろ。こうして次々と俺の仕掛けに魚がかかっていった。頭の中ではもう焼き魚のイメージが浮かんでいる。その後はほとんどが旗だった。彼らは餌を丸飲みするからだ。もちろん旗にもいろんな種類がある。模様も1匹ずつ全部違うんだ。ダート、今日の収穫を見てみろよ。旗に青ブダイまで。全部で8匹もあるぞ。これでしばらくは食べられるな。俺が釣りしてる間、サボってないだろ？サボってないさ。新しい技を覚えたんだ。必殺、一撃だ。この海塩を今日の調味料にしよう。焼き魚に少し振りかけるんだ。うわ、この味は最高だ。ダート、成長期なんだからもっと食べろよ。俺はアワビを多めに食べるさ。この潜水釣りって本当に楽しいんだ。さっき仕掛けを入れたばかりなのに、魚たちが狂ったように群がってきた。明日は何とか工夫してみよう。この石の仕掛けをバージョンアップできないか。俺、いいアイデアがある。どんな方法なんだ？明日になればわかるさ。石を使った簡単な釣り道具も作って、ロブスターをいくつか得ることができました。それに、いろんな種類の魚も、毎回くぐるたびに、新しい発見があるからです。今日は海に入って何が見つかるかな。ここで暮らすには、食べ物探しが大事です。だからほとんどの時間は、どうやって食料を手に入れるかに集中しています。今朝も早くから動き始めました。バナナ林でたくさんのバナナを見つけて持ち帰り、さらにヤシの実を取って真水を確保しました。最近の朝は天気がすごく変わりやすくて、雨が降ったり晴れたりします。だから炭を多めに作っておかないと、ゆっくり燃やしながら朝ごはんを用意します。ほら、バナナを焼くとこんなに柔らかくなるんです。なかなか美味しい。焼き芋を食べてるみたいです。まさか今日1日焼き芋だけじゃないよな。もちろん違うさ。昼に太陽が出たら海にくぐろう。いいね。じゃあ海鮮をたっぷり取ろう。今日は海の状態がいい。くぐるには最高だ。ダート、お前は岸で待機だ。今日は素潜りで食料を探すことに決めました。というのもこれまで苦労して作った道具よりも直接潜った方が早いことが多いからです。だから今日はしっかり海の中を探検します。潜ってすぐたくさんの人手を発見。人手を見た後は食料探しに集中。ここは本当に魚が豊富です。くぐるたびに大小様々な魚の群れに出会います。もっと深い岩場へ探検に行くと大きなホタテを見つけました。これは絶対に美味しい。持ち帰らないと。なんと岩場でアワビの群れを発見。動いているものもあれば休んでいるものも、まだ体をくねらせているのもいます。こんな光景は初めて見ました。迷ってる場合じゃない。さあアワビを剥がそう。
アワビを取るときは素早さが大事です。反応される前にやらないと岩に強く張り付いてしまう。そうなると道具を使わないと外せません。よし、こんな感じ。今日の潜水でアワビを本当にたくさん取れました。まさか、こんなにアワビが取れるとは思いませんでした。それにヤシガイも一つ、大きなホタテもありました。家に持ち帰って食べよう。この前見つけた野生の唐辛子、全部赤くなっていました。少し積んで調味料にしましょう。いつものようにまずは潰して、そこに少しココナッツミルクを入れます。ヤシガイは火が通るのが遅い。もう少し焼かないと。じゃあ先に食べ始めよう。唐辛子につけて。うわ。辛いけど香りがいい。今日は本当にアワビ食べ放題だな。あ、また雨が降ってきた。中に入って食べよう。雨の日に小屋で食べるのも、なかなか風情があるよね。うわ、この唐辛子めっちゃ辛い。でも最高だ。なんかタイヤを噛んでるみたいだ。歯が悪い人には無理だな。本当に噛み切れないよ。ねえ、君も食べてみて。いいわ、歯は丈夫だから大丈夫。ソースをつけてっと。うん。お腹が空いてると、さっき潜ってサザエをいくつか取ってきた。今日はそれを使ってみようと思う。今回も石を使った釣りの仕掛けを使う。しかし、もっと深い場所に仕掛けてみる。大物が釣れるといいな。今回は1時間以上山を登って、島の反対側まで来た。ここにはもっと深い場があるからだ。魚がよく集まる場所に仕掛けた。ここでたくさん釣れることを願っている。もし運よく大きな魚が釣れれば、今日は島でごちそうが食べられる。針を全部仕掛けたら、次の作業に移ることにした。針はすべて仕掛け終わった。サザエは全部釣りに使わずに、残りは夜の食事用に取っておいた。待っている間も手を止めずに、もう一度潜って何があるか見に行こう。長いトゲを持つウニや石を使って身を隠すカシパンウニ、それからあちこちにいるナマコ、いつ見てもつい近づいて観察してしまう。でも今回は食べられるものを見つけたい。するとやっぱりすぐに美味しそうな貝を発見。このホタテは隠れるのがとても上手で、よく見ないと石にしか見えない。でも注意深く探せばちゃんと見つけられる。大きなホタテを発見した。その周りでも次々と見つかっていった。味がどうなのかはまだわからないけど、このホタテたちは海底で本当にうまく隠れている。よく見ないと絶対に気づけない。どれもすごく太っているけど、仕掛けの釣果はどうだろうか。見に行こう。俺が潜っている間にダートーも食料探しをしていた。キャッサバを見つけたんだ。このキャッサバはでんぷんが多くて蒸しパンのようにして食べられる。それだけじゃなく、木になって熟した芭蕉も見つけた。こんなにキャッサバを見つけたら人形もきっと褒めてくれるだろう。その間に畑を少し整えよう。この畑は夜通し作ったんだ。上に土をかぶせれば野菜が育つ。でもまだ種がないから仕方なく古いココナッツを植えて、こっちでは釣り仕掛けの成果を確認し始めた。でも結果を見てがっかりした。全部食べられていて、やっと釣れたと思ったら前と同じで小さな旗だった。どうやらこいつがサザエの実を食べたらしい。別の仕掛けにも小さな旗が1匹。でもこいつは運が悪くてサザエの実にありつけなかった。最後の仕掛けにも魚がかかった。今度こそ大物か。あれ、また小さな旗だった。小さすぎるな。逃がしてやろう。想像とは全然違ったけど、まあ悪くない。ホタテがこんなにあるんだから、とりあえず帰ろう。
見て、このホタテの身は大きくて太ってる。さあ食べよう。すごく美味しい。どうしてこんなにうまいんだろう。ホタテが多いように見えても、実際はそんなにないな。そうだな。足りないよ。この島での60日間の冒険。野生の果物や海の幸いたくさん食べた。海に包まれる感じは、俺とダートーにすごい満足感をくれたよ。いろんな目標を達成できたけど、叶えられなかった夢もあったんだ。一度島を出て装備を整えて戻ってきた。今回は道具と少しの調味料と種も持ってきた。前回の60日間でやり残した夢を叶えたいんだ。一つ目は、ここで野菜を育てること。海鮮だけじゃ飽きるしな。二つ目は、船を出して漁をすること。だからこの数日間で小さい船を作ったんだ。まだ試作品だけど、船室やオールもあって、甲板で休憩もできる。その上に日よけも作れるようにしてあるし。さあ、この船で海に出るぞ。前に作ったビクが2つ残ってるから、それを持っていこう。今回のために効率的な釣り道具も作ったんだ。木の枝に十数個の針をつけただけなんだけど、かなり効率が上がるはず。よし、海に出て試してみよう。小舟を担いで海に運んだ。今日は波も静かですぐ漕ぎ出せたよ。この船を作ったのはもっと食料を手に入れるため。だから今回はいつも潜っていけないところまで漕いでいってビクを仕掛けた。餌は腐った魚を使ってカニも魚も寄ってくるようにした。ビクを仕掛け終わったら場所を変えて釣り装置に餌をつけていい場所に設置した。この辺りの海底には大物が泳うよ。あとは魚がかかるかどうかだな。全部仕掛け終わって、俺たちの初めての漁は成功だな。あとは小舟を漕いで戻って待つだけだ。今回は深いところに仕掛けたし、きっといい成果があるはず。ちょっと待ってから回収に行こう。サボテンの実をつまむ。もし漁が空振りでも、果物があれば安心だし、ここに来るたび、新しく熟した実が見つかるんだよな。中は、ドラゴンフルーツみたいなんだ。俺が果物を取ってる間に、ダートーはまた山へキーモを探しに行ってた。キーモはでんぷんが豊富で、蒸しパンや餅みたいにして食べられる。ダートーはまたたくさん見つけてきたよ。そんなことしてたら、あっという間に2時間以上経ってた。そろそろ海へ行って成果を見てみよう。実際は全然違ったんだ。俺たちが作った釣り仕掛け、ちょっと欠陥あるな。餌目当てに魚はたくさん来るけど、かかってもすぐ外れちゃうんだよ。引き上げてみたら、結局1匹しか残ってなかった。しかも仕掛け入れてた時間も短かったし、明日はもう一回やるしかないな。今日の出漁でいろんな問題が見えたな。後でちゃんと改善しないと、魚1匹じゃ腹は膨れないし、他の方法を探そう。ちょうど今、引き潮だ。何か食べられるもの探してみよう。ここ、小さな巻き貝がいっぱいある。普段は誰も拾わないみたいだ。ちょっと持って帰ろう。あ、ここに猫目貝も2つ。うわ、めちゃくちゃあるじゃん。これで今日の食事は安心だな。100個か200個くらいはあるぞ。大きいのも小さいのも。もう帰ってご飯にしよう。今日のご飯、なかなかいい感じだ。パンもあるし、好みも、貝も魚もある。おい、ダートー、このキャッサバ餅食べてみろよ。うまいぞ、ほんと。ほんとだ、うまいな兄弟。前から言おうと思ってたけどさ、この釣り仕掛け、やっぱ欠陥あるよな。明日直そう。そうだな。それにこの船、進むの遅いし、明日一緒に解決しようぜ。もっと魚を得るために、樹脂で釣り道具を作ったんだ。
でもちょっと欠点があって、結局魚は1匹しか取れなかった。まあ山に登ったり、磯に行ったりして、キャッサバと小さい貝を手に入れて、なんとかまともな夕食を作れた。前回の海に出た時は、うまくいかなかったな。だから、昨日はこの小舟を改造したんだ。まずは、方向を変えられる方をつけた。これで風の力を使えて、漕ぐのがだいぶ楽になる。それに甲板を広げて、オールも長くした。さらに魚を置けるスペースも作って、石の重りもつけたんだ。こんな小舟があれば、海に出て食料が見つからないなんてありえない。よし、ダート、出発だ。今日最初にやるのは仕掛けの回収だ。ここに2番置いてあるから、きっと魚が入ってるはず。でも引き上げてみたら、想像と全く違った。カニも魚もいなくて、小さい貝ばっかり。もう一つの仕掛けも同じ。中の餌は全部食べられてた。人形、これじゃ全然足りないよ。まあ、ないよりマシだろ。帆を調整してくれ。次の場所に行こう。人形、この帆はいいね。ほとんど漕がなくても進むよ。間違いない。ここはくぐるのに良さそうだな。じゃあここで船を止めよう。ここで食べ物を探せるか試してみよう。新しい場所に来て食べ物探しを始めた。すぐに面白いものを見つけた。岩を登ってるスパイダーシェルだ。こんな美味しい貝は絶対捕まえないと。タマガイはよく見かけるけど、こんなに大きいのは初めてだ。ここにはタマガイがいっぱいある。少し泳ぐと一つ見つかる感じだ。次から次へと見つかるよ。ダート、この貝どう？めっちゃいいよ。ジン兄は潜りに行ったな。俺たちもじっとしてないで。この貝の実を餌にして釣りしてみよう。よし、仕掛けたから投げてみよう。お、すぐ魚が食いついた。俺も出番だな。おっと。おお、見えた。1匹釣り上げたぞ。すごいだろ。ダータオが釣りしてる間に、俺はひたすら食べ物探し、大小様々なタマガイを見つけた。他の種類の貝もあった。こうやって海で食べ物を探すのが一番楽しいんだ。次は何が見つかるかわからないから。今のところ貝ばかりだけど、岩陰のホタテも少し取れた。島でこれだけ手に入れば、十分ありがたいよ。ここは本当に貝が多いな。どれもでかいな。今日は海の中で巻き貝を見つけただけじゃなくて、海底に沈んでた船の怒りも見つけたんだ。これは持って帰らないと。うちの小舟に取り付けよう。やっと船に怒りがついたぞ。最高だな。俺が潜ってる間に、ダートーの釣りも調子が出てきて、大物を釣り上げたんだ。なんとうまそうな磯マグロ。この魚は群れで動くから。今回ダートーは2匹も釣れた。今日は全体的に上出来だな。魚2匹に巻き貝が山ほど。それに船の怒りもある。もう遅くなってきたし、そろそろ港に戻ろう。おっと、食器はちゃんと片付けないと。小舟に新しい怒りを取り付けよう。これで形になったな。さあ、急いで料理しよう。もう腹ペコだよ。テーブルの敷物も新しいのに交換しよう。これは1週間に1度は変えないとね。また豪華な晩ご飯だ。俺は貝をいただくよ。俺は魚を食べる。見ろよ。この肉貝、でかいだろ。ダート、この雲貝の実、でかくないか？でかいだろ？じゃあその魚はお前が食えよ。ほら、持ってけ。よし、その貝の実は全部お前にやる。俺はこの2匹で十分だ。実は、ダート、今日は本当は3匹釣れたんだ。だけど、船に戻るとき、1匹落としちゃったんだ。まあ気にすんな。明日また沖に出て、魚が多いところを探そう。魚のいい匂いだな。このサザエの串もそろそろ焼けた。おっかにも茹で上がったぞ。今日は朝からごちそうだな。さっき塩だまりで海鮮を取ってきた。ついでにかまども使い始めようと思って。うわ、このカニめちゃくちゃうまい。人形、このかまどどう？なかなか良いでしょ。いいね。早く食べよう。この2日間暇な時は、小屋の飾り付けをしてたんだ。シェルターの前にヤシを植えたりね。それから、菜園も時々見てたよ。植えた野菜はもう芽が出てきた。数日前に作った小舟もいい感じで、結構海の甲を取れたんだ。今までもう朝から
野菜作りと船出し2つの夢を叶えた。次の夢を叶えたいと思う。それは海鮮鍋を食べること。この岩の隙間にはこういうカニが隠れてるんだ。鍋の具材にちょうどいいね。よしこいつもいただこう。さあ潮干狩り開始だ。この小さいサザエも忘れずに取っておこう。愛岩の下からまたカニが出てきた。このカニはハサミに肉がたっぷりある。見てよこの太いハサミ。今日は天気が悪いから海に出られない。仕方なく潮干狩りで鍋の具材を集めるしかないな。でも根気よく探せばサザエやカニは見つかるもんだ。それを鍋の具にしたら絶対うまい。俺が潮干狩りしてる間ダートーも手を休めずマングローブ林に行ったんだ。そこで新しい発見がある。この穴の中にカニが。引っ張り出してみよう。見えるか？穴の中にいるぞ。これをしながら挟まないと。よし挟めた。でも引っ張り出せないぞ。ハサミで掴んで出した。逃げるなよ。出てきたぞ。よっしゃ。ハサミ2本とも折っちゃったな。ほらここにもいるみたいだ。ヒゲがまだ動いてる。お、また挟んだ。言った通りだろ。やっぱりいたな。向こうにもいるか見てみよう。ほらここにもいるみたい。この目の大きさ結構でかいぞ。霧もすごいな。本当に大きい。よっしゃ。でかいの捕まえた。しばらく探したけどもういないな。今日は3匹だけの収穫だ。でもないよりマシだな。よし持って帰ろう。これで鍋用の海鮮。食材は揃ったぞ。サザエとかいろんなカニもあるし。でもまだ野菜と調味料が足りないな。山に行って探してみよう。今の季節は山に食べられるものはかなり少ない。調味料にぴったりなのはやっぱり野生の山椒だな。もう枯れかけてるけど香りはまだ強い。簡単な鍋の調味料はこれで揃った。あとは野菜だな。ここには野生のバナナが多い。バナナの花を野菜代わりにするといい。なかなか使える食材だ。これを集め終わったらもう山にはあまりないな。これで全ての食材が揃った。よし作ろう。この鍋めっちゃいい匂い。ちょっと味見してみよう。辛くて香ばしい。本当に胸からしだな。最高だ。これで3つ目の夢達成だな。次の夢は何にする？新しい島を探索したい。いい考えだな。それは面白い。もう船もあるし、新しい場所を探検するべきだな。そうだな。新しい島に行けば、また新しい発見があるかもな。いいね。じゃあ出発はいつ？明日でいいだろう。ミロコのカニ肉がたっぷりだ。たくさん食えよダート。野菜も育てて出るし、海に出て魚を取るために小舟も作った。島で鍋を食べたくて海で食材を探した。そして今日はもっと面白いことをやる。新しい島に冒険に行くんだ。でも今朝は出港しようとしたら大きな波に阻まれ仕方なくダートと船に乗せてもらった。久しぶりにまたこの資源豊かな無人島に上陸して冒険を始めることにした。この島に来るのは久しぶりだな。結構変わってる。新しい島に来たら一番大事なのは水、食べ物と寝場所だ。最近ずっと雨で山から水が流れてきてる。水は心配ない。次は食料と寝床を作らなきゃ。ジンケイこっち来て。ダート何かあった？ちょっと小さいけどまあ悪くないな。すごい。上陸してすぐ収穫だ。早速袋に入れとこう。空がやばい。大雨来そうだ。彼は乾いた竹を見つけて仮のシェルターを作ろうとした。骨組みを固めたら小布を見つけて雨よけにする。下には防湿になる材料を敷いて簡易シェルターが完成した。俺の方はもう食材探しを始めてた。まず持ってきたツタで陸を編む。陸作りは俺にとって簡単だ。島での食事はこれに頼るからな。すぐに2つ作れた。あとは貝の実を餌にしてこれを1つずつ海に仕掛ければいい。どんな獲物が入るかは時間をかけて待つしかない。今日はこのゴムの森を持ってきた。ちょっと試してみよう。その前にダートーの様子を見に行くか。島に雨が降り出した。ダートーが作った簡易シェルターは全然役に立たなかった。仕方なく島の洞窟に避難することにした。まさかこんな大雨になるとは思わなかったんだ。
今日は洞窟で一番過ごそう。まだ時間は早いから。今のうちに食料を探しに行こう。俺はまず潜ってみる。雨が止んだらお前も手を動かせよ。いいな。今日の海は濁っていて、視界がすごく悪い。海底までくぐらないと魚の動きが見えない。潜ってすぐに旗を1匹見つけた。ゴム盛りで狙ったけど外れてしまった。幸い魚は逃げずにじっとこっちを見ていた。何を考えてたんだろうな。俺は迷わず2度目で仕留めた。その後すぐまた休んでいる旗を見つけた。魚をついた後カニも見つけた。全然俺を怖がらない。捕まえようとしたらようやく抵抗したけどもう遅かった。さらにもう1匹のカニを見つけた。今度は無理せずに挟まれたら大変だから動きが止まったところで森でついて仕留めた。でも森の先が壊れてしまった。もう少し潜って何か見つからないか探してみよう。ここでは海底にゴロゴロしてるナマコが一番多い。それに石に紛れてるバフンウニもいる。ウニを少し集めたところで今回の潜水での食料探しは終わりかな。雨が上がってからダートーも食べ物探しを始めた。この島にはリーチカニがたくさんいるんだ。でも夜にならないと出てこない。昼間はだいたいどこかに隠れてる。この穴にいたぞ。あんに言えるな。よし、捕まえた。結構でかいな。見たか？ここに隠れてもバレないと思ったか？ほら、もう3匹も捕まえたぞ。人形はこのリーチカニが大好物でさ。なんでって？一度食べたら忘れられない味だから。ジン兄、今日の獲物どうよ？これで食べるものは十分だな。今日の開拓はほんと順調だった。運が良かったよな、ダート。いや、運もあるけどさ、やっぱ実力もあるだろ。新しい島に来て、寝床作りから魚取りまでどこかでミスってたら、今日は腹ペコだったよ。なるほど。それが、一歩一歩確実にってことだな。おー、もういい匂いしてきたな。今日はやるじゃん。36歳過ぎても、まだまだ元気だな。後でまた探しに行こうぜ。とりあえずこれ食べてからな。もう腹ペコで死にそうだ。よし食べよう。カニはもう全部茹で上がったぞ。魚とウニはもうちょい焼かないとな。とりあえずカニから食べよう。うわ、めちゃくちゃうまい。外は雨が降ってるけど、洞窟の中で食べるのも雰囲気あるな。ダート、お前リーチカニ食べないのか？お前の分だよ、食えって。魚も焼けたぞ。ほら食え、うまいぞ。この魚、いつまででも食べられるな。今日はもうこの洞窟で一番過ごすしかないな。まあいいじゃん。飯があるだけで十分だ。